そうなっちゃうんですか。でもそうです。配信チャンネル始まるよ。最後まで見てください。中達也先生というとですね、世界中歩いていてどっかの街であって言われたこととかあるらしいですね。しょっちゅうあります。どういう感じなんですか。それも虚実の人だとかこの人だ虚実の人だってだから昔はもう空手やってる人たちが見て声かけられたんですけど、今全然空手関係ない人たちが見てるみたいですよ。どうやんですか不思議なんでしょうね。大使塾のですね、メンバーの人にもはいちょっとできるのかできないのか、もしくはもっとこうした方がいいよとかいうのをちょっとやってみていただけますか。わかりました。はい、お願いします。楽しくやりたいと思います。お願いします。大使塾の中澤のりです。よろしくお願いします。おなじみの石橋隆さんです。はい。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。もうこれ何回もやってますから皆さんもいっぱい見てると思うんですけど、でもいろんな方法があるんですよ。一つやって複合的なもんで、例えばこうね、この筋使ってガチッとやるのと、中の骨を動かすようなイメージでグッとやるのが違うんですよね。あとはよし行くぞと思うと相手も受けるぞってこうなってくるんで、行くぞと思うともう通じちゃうんだよ。その気持ちをなくすんですよ。打たないよスッとこう入りますし、例えばよし打つぞ当てるぞとか本当強く思えば思うほど筋収縮が発生するんですよ。打つぞと思うとやっぱりこう体が準備が入る。そこで分かっちゃうわけですよ。だから加速度運動ってだんだん速くなるじゃないですか。あと加速度をするためにやっぱ筋収縮が必要なわけですよ。ここで分かっちゃうんですよ。だから加速度運動でパッとやってもここで遅れちゃうんですよ。どんどん速くても。だから反対に打つぞって気持ちをなくしてって等速度運動全然動けない。全然動けない。やっぱ人間って動物ですから、速いものに反応するんですよ、加速度運動には。例えばこうパッて受けるパッと受けられますけど、ゆっくり胸ぐらつかもうと思っても捕まっちゃう。本当に驚いた。捕まっちゃう。黒田哲也先生も言ってますけども、日本の武道ってやっぱり昔は国語ですね、等速度だと思うんですよ。加速度運動の先で本当にかっこいい感じなんで、全部がこう一緒にずっと動くんですよ。各部分が同時に動くみたいな。こういってだんだんこう伸びていくじゃなくて、全部が一緒にグッとこう動くようなイメージでやるとありますね。だから打つぞってこと絶対こうよしってこうなるじゃないですか。なりますね。それ筋収縮絶対起きるんで、準備が入っちゃう。体にグッと準備が入るところが入っちゃうんですよ。だから準備なしで何もないとこが出るんで、相手はやっぱ受けづらいんですよね。あるいは遅れるっていうのが出てくるんですよ。やってみましょう。打つぞって気持ちでこう目がけて思いっきりグッとってそうなっちゃうんですか。で次もう打たないで加速度運動やって1、2、3ぐらい、これが一緒に動くんだ。パッといいんです。でもそうです。それをもうちょい完成度上げてもう一回いや結構今ゆっくりでしたよね。すごいゆっくり、僕はゆっくり。感動するところがない。ちょっと待って、これ初めてできたよこれ。65歳の。いつも道場でやってるじゃないですか。動画をいつも見てる方からこれが威力があるんだけど、これって威力ないじゃんっていう人がいるんですけど、多いですね、コメント。それはどういうふうに例えばこう今言った加速度運動って準備できるんですよ、こっちも。だから実じゃないですか。実の時当てられても耐えられるんですよ。でも今日の時当てられるとそれ効いちゃうんですよ。体をつけるの。
だからうわひどいこれ来ると思ってないじゃないですか。でも軽いつきの声で聞いちゃうんですよ。で今わざとひどいことしましたけど、あそこは今日ですから軽くても聞いちゃうってことなんですよ。わかる。はわかる。い。まあでも今はねこれ限定された中でやってるからなんですけど、今みたいにねやれば。あとあれか、目とかに入れちゃえばあれですよね。本当目入れたらもうそうほらポーンじゃなくてグッとこそうですよね。あ、そうか。はい。武術的にはものすごいそういうの大切になるこうしたりあるいはなんか刃物持ってる。逆もやってます中田先生が。はい。まあだからさ強く行くぞ撃つぞと思ってこれね、受けられないかもしれない。考えて。あ、だめだ。まずこれぐらいどっからで次はもうそう気持ちを何もで全部が一緒にあ、だめだ。分かった。もう一度雑念捨てるっすね。はいあ、プレイ。ダメだ。遅れるんですね、こう反応が。面白いな、これ。じゃあ逆にですね、タカさんさっきできたじゃないですか。あれを中先生相手にやって、果たして中達也先生を抜くことができるのか。はい。やってみましょう。じゃあ、まず、いくやつ。ゆっくりと。遅れますね。もう一回ですよ。ちょっと今見た。遅れましたね。ちょっとあれかな。ちょっとあれかな。どうですか、中先生。はい若干やっぱり変わります、いや、もう普通手でやったら間に合わないです。間に合わないんだ。間に合わないです。だから今こう落としたんですよ。そういう逆に言えば中先生でもそういう工夫をしなきゃいけないような状態。やっぱ怒りが全然わかんないんで、ここ来てから気づくみたいなですね。これ来てから危ないっていう。でも面白いですよ。自分初めてやられたんで。ちょっとこのアイディアがこれすごいな。じゃあまず普通。で、もっと打たないぞって気持ちで肘振らして。やっぱ遅れますね。ここで間に合わないでこっちだよ。ここじゃ間に合わない。こっちになる。遅れてるってことですよ。今何ですか。今は何。今僕が打とうとした瞬間うわってなったんですよ。ここしか分かんないですけど。遅れます。やっぱり本当に的確に打とうと思うと反応しますし、何も打とうと思わないでゆっくり動くだけで反応がすごい遅れますからね。びっくりしました。私も遅れますから。タカさん、なんか入っていや、ちょっとね、俺もう人生で一番びっくりしたことかもしれない、これ。中でこれもしかして誕生日プレゼントなんじゃないですか。いや、本当に忖度。手がいきなりフッと出る感じですね。皆さんそう言うじゃないですか。はい、言いますね。自分の体験したのもやっぱそうですよね。ふっとこう急に来るんで、もう来た時には遅いっていう。じゃあ人間のね、本能的センサーは中達也先生でも同じってことなんですね。いや、本当に遅れました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね。
体重力チャンネルご覧いただきありがとうございました。次回も見てくださいね。ではまた。